退勤が近づいた頃、上司から一言。あ、ごめん、今から大阪って行ける？あ、はい。この姿、お茶目でやんちゃ。優等生にはない荒ぶる魅力が彼にはある。ということで、今回はリアルすぎる出張 Vlog となっております。18時に言い渡され、今から大阪へ向かいます。 OK、 Google 退勤はどこ？ Hey Siri、 退勤はどこ？ Alexa、 退勤はどこ？先月はいろんなことがありました。後輩ついに部署移動、後輩キスマをつけて出社、後輩精神崩壊の3本です。そしてこの3人は消えました。消されたと言うべきか。中には一番面倒見てた後輩が部署移動になった。その子はずっと結果が良くなくて、前々から異動の話は出てて、後輩は辞めたくないって、頑張りたいってずっと言ってくれてたんよ。現に後輩もずっと頑張ってくれてたのはよく伝わってたから、異動の話が出てからは毎日仕事後も研修してたの。こういうのもあれだからざっくりだけど、上にもいろいろとお願いして最大限サポートをしてきたつもりだったんよ。まあなんですけども、俺は無力だということで、力及ばず可愛い後輩は部署移動となってしまったわけです。私が仕事出れてない期間も結構サポートしてたから、ほんと悲しい。結果が全てなのはね、当然なんだけど、なんとかしたかったし、辞めさせられるのは辛い。そんなかんやで到着。電話対応してたら晩ご飯食べれず、一旦切り替えて、いざ取引先へ。終わったー。めちゃくちゃお腹減ったー。大事な後輩たちがいなくなってストレスも溜まってるし、今宵はもう獣となってコンビニ飯爆食します。やめて、己の欲望のままこんな深夜に爆食なんてしたら、数日後には後悔で精神は燃え尽きて脂肪だけが残っちゃう。お願い、考えを改めて。次回オイラ、シス、デュエルスタンバイ。あ、本日の城に到着しました。出張でおなじみの大和さんです。とりあえずチェックインしましょう。荷物多すぎ。一旦家に帰って出張セットを持ってきたので、いつも以上に荷物があります。街で見る人とか友達とかもだけど、やたらバッグが小さい民はどうなってんの？普段から荷物多いから、小さいバッグ買っても結局入りきらんくって、もう一個持ってくという。バッグ小さい民になりたい。さて、チェックインが済んだのでお部屋へ。大和で働いてる友達がいるんだけど、浮気現場に突撃した話するわ。大和で働く友達とご飯に行った時に、友達がアプリで彼氏の位置情報を見たのよ。そしたら彼氏明らかにラブホいて、友達発狂で、突撃するから一緒に来てくれんって言われて、まあ秒で OK したよね。で、該当場所探したら友達の彼氏の車があり、朝まで張り込むことに。酒飲みながら外で夜を明かして、彼氏が出てきてマジでフルスイングでいった。とも強し、おいら出番なし。そんな友達がね、働く大和を出て宴の買い出しに行きます。あ、酒切れたからコンビニ行ってくるわ。あ、私も行く。あいつら騒がしくってごめんね。ちゃんと楽しめてる？うん。まあでもあんま話す時間ないから、次は2人で飲みたいな。一人買い出しが虚しかったので妄想してたら自爆したわ。慣れ親しんだコンビニのように迷わず酒エリアに来れました。カゴの重みが愛おしいね、マイベイビーちゃん。あ、箸が2000円。ま、彼氏持ちに見えたってことで OK。 シンプルにうぜえこの絵文字。さて、部屋に戻ったら酒の安全の確保。よし、きちんと手洗いうがいをします。真っ先に酒ってなると思いました。まだまだだな。割とね、健康第一です。そして楽な格好に着替えて爆食に備えます。ゴリラ？ではでは、聖なる音を聞かしてやろう。おー、これが聞くだけで幸せな気持ちになれるという。そうです。先ほどの音こそが邪悪な存在からあなたを守ってくれます。48万円でお譲りします。
ではいただきます。あんまコンビニ飯食べたことなかったんだけど、いろいろ状況変わって最近よく食べるようになって美味しくてびっくりしてる。美味しい。そして労働後の酒はガチでしみるね。でも労働は大変だけどほんと楽しい。辛いことも結局仕事が全部忘れさせてくれる。そんな男にも出会いたい。でももちろん仕事が大変な時もたくさんある。冒頭で話したように部署移動なり、後輩がキスマつけたまま出社したり、今回みたいに急な出張が入った時に後輩が上司に向かって今からかって素で言っちゃったりとか、お前たち最高だぜ。いやよくはないけど、なんかそういうのもある種の良さやと思う。一つの魅力というか、直すべきところは直してもらって楽しくのびのび仕事してほしいですね。そこを目指すことでお互い楽しく仕事ができるし、結果も出せるというか、なんて言いつつ自分がめちゃくちゃ上手に育ててもらったから返してるだけなんですけどね。オイラにも数々のやべえ話があります。例えば1年目くらいのオイラの社内インタビューがこちら。半分ネタですけどね。でもこれくらいのメンタルは大事。そして単純に歴や実績なりで特権とかを得てしまうと、特権を行使したり、相手の気持ちに寄り添わず自分の物差しで話したり、話が通じんくてゴリラみたいな人いるじゃん。そうはなりたくないし、そうなるとこのゴリラに何話しても意味ないって思われて双方いいことない。だからお互いが楽しいのはすごい大事だと思う。食欲だけで言ったらオイラ半ゴリラですけどね。でも実際難しいことも多い。先月は2人も会社辞めた。うち1人は精神崩壊で会社を辞めてしまった。その子は同期が仕事できる子でどんどん評価されて、逆にその辞めた子はなかなか安定した結果取れずうつ気味に。結果出せれば年齢性別関係なく評価されるけど、結果出せないとガチで地獄。私もこれまで散々泣いて発狂してきた。それはもうゴリラだった。辛くて家にも帰りたくなくて、ゴリラ海で一晩中泣いてたもん。真夜中になると大学生男女がやらしい雰囲気を求めに海に来るんやけど、オイラが酒片手にグスグス泣くから雰囲気作れず帰ってった。風呂酒しながら話戻そう。そうして後輩は比べられるのも比べて傷ついちゃうのも耐えられなくなって、とあることをきっかけに散り積もったものが爆発して辞めることに。他にも当然いろいろあるけど、ざっくりこんな感じ。ほんと辛かったと思うからサポートしきれず申し訳ない。いやー難しいね。こんな日はアイスを食べよう。このバナナってさ、簡単に完熟したわけじゃなくって、いろんな壁にぶち当たって完熟したんよ。でしょ？ってことでいろいろ前向きに頑張ろう。見てくれた方ありがとう。楽しくね続けていけたらいいなと思っているので、また見たいなって思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、通知オン、概要欄から Twitter、TikTok のフォローもよろしくね。感想コメントを気軽に書いてね。ではまた次の動画で。